今回は、2025冬アニメがっかり選手権、ラブコメ編、をお届けします。今期放映中のラブコメ、恋愛系作品の一覧がこちら。今期のラブコメは、百花の、おきつら、の2作で決まりじゃない？うちだけじゃなく、他のアニメ系チャンネルでもこの2作品は軒並み高評価を得てるね。百花の、は2期にもかかわらず全く勢いが衰えてないどころかむしろ加速してる感すらある。高橋理恵さん演じるいくちゃんが面白すぎるわ。真面目で努力家でいい子かと思ってたのに実はド M ってところが期待を裏切らないね。おきつら、はとにかくかなちゃんの人気がすごい。X でおきつらの感想ポストを探すと、8割くらいは、かなちゃんが可愛すぎる、という意見が占めてる。ファイルーズ愛さんのちょっと低めで甘ったるくない声がすごく合ってるよね。ぶりっ子声じゃないところが絶妙だよね。でもひなちゃんも可愛いさ。ひなかなコンビいいよね。今期の癒し枠だよ。というわけで、今期恋愛系、ラブコメ作品に対する X の反応をお届けするよ。それでは本編をどうぞ。異世界転生などじゃなくて、こういう作品がずっと見たかったよ。本当にいい。歌も切なくて美しい。めちゃくちゃ刺さる。1期今更見終わったんだけど、最後のあの展開はさすがになく。これから2期追いかけます。2人目 ?2 代目ノースカーとテナーシャの視線がすれ違う感じ切ないっすな。2期になって、やっぱりテナーシャがさらわれたりと弱さというか、悪意に簡単に負けてしまうシーンが増えましたよ。この作品は1期の方が良かったなぁとつくづく。本当になんでじっくりコトコトやらなかったのか。時間経過が早すぎて毎日王子のところに入り浸っているようにしか見えない。Mukhang maganda yung unnamed memory pero feel. アンネームとメモリーは良さそうだけど、悲劇的な感じがする。シーズン2があるので、それに対応します。Let's dance. Look at her confident 踊ろうよ。 smile. 彼女の自信に満ちた笑顔を見てください。とても可愛いです。Just done with Unnamed Memories Season 1 and it made me have a シーズン thought. 1を終えたばかりですが、 Does fate of a 考 couple えさせ always られました。 intertwines 人 regardless 生にお of いていくつの異なるタイムラインがあっても、 How many different カップルの運命は常に絡み合うのでしょうか？友人の勧めでおきつらを見始めたけど、大変良い。観光客が求めてる沖縄って感じの情報だけじゃなくて沖縄県民のリアルな日常生活とかあるあるとかちゃんと描いてる感じがいいね。おきつら6は神回。というか毎回神回。個人的にはご当地アニメ最高傑作かもしれん。おきつら、今期アニメの派遣取れるんじゃなかろうか？あまりにもいろんな界隈に飛び火してる。おきつらが面白すぎてやばい。沖縄出身の推しの方言がたくさん聞ける上に沖縄のこと知れるからマジで面白い。かなり細かい沖縄の文化風習がアニメという媒体で世に広まるのすごいなっていつも思いながら見てる。おきつらが普通に面白いんだけどそれ以上に比嘉さんが可愛すぎて困る。どう考えてもかなちゃんがヒロインです。本当にありがとうございました。もうさ、カーナーがさ、可愛すぎるんだよ。ラブコメ的展開が毎回いい。比嘉さんが可愛すぎて辛い笑い。おきつらは明らかにアニメ制作側が、いややっぱヒロインは比嘉さんでしょ、ってスタンスでいるよなって思ったけど、よくよく考えたら原作者のアイコンも比嘉さんなのでこのアニメの真のヒロインは比嘉さんかもしれない。具志堅さんをボクサー役だけじゃなく比嘉さんのおじいさん役で再登板させてくるおきつら。遊び心の温度感がとてもいい。アニメ面白すぎておきつら全巻衝動買い。おきつらが沖縄で視聴率 11% いった話すごい好き。くっそ。妃教育から逃げたい私、めっちゃくちゃ面白いじゃねえか。絵のクオリティがあれなのにかなり面白い。あたおかキャラが毎回増えて愉快。クランチロール 3.4 という低いレーティングに北総 M。こいつの良さは微妙にダサい昭和的ノリ、カメラ目線など今時のアニメにないテイストを狙って出しているのだが、コメディとしては軽妙で素敵なのだが、プロットのスケール感といい、ケレン味のあるキャラ造形といい、アニメにするより舞台劇の方が似合ってるんじゃないの？作画はあれだけどキャスト豪華でちょっと独特なギャグセンスが何気に似てしまう。深く考えないでいい。シチュエーションとしては結構笑えない展開が繰り広げられるのに演出的には一貫してドタバタコメディとして処理されてるの面白いな。白石遥さんにコメディエンヌの才能があるから成立してる。隙あらば逃げようとするの面白すぎて、王子も全然諦めてないし、隠し部屋があったのは笑った。というか、歴史や、もうクラーク様のことだいぶ好きじゃん。そういえばそもそも妃教育から逃げたいだけだった。百花のはいいぞ。負けヒロインなんて存在しない。全員が勝ちヒロイン。百花の食わず嫌いしてたけどギャグ調がおもろすぎて。百花の、アニメの味も原作の味なのはやっぱすごい。原作の味が濃すぎる。アニメが原作に忠実すぎて、漫画で小さい一コマの歩き方おかしい蓮太郎がそのままアニメになって、足おかしいまま歩いてるの最高すぎる。声優全員キャラと合いすぎてすごいんよな。現時点でも前人未到のハーレム漫画になってるが、マジで100人まで突っ走るつもりなのか？百花の、将来的に人外のヒロイン10人くらいはいそう。人外しかいないんだよな。アニメ見た直後はイクさんって面白い子だなって感じだったのに1日経つ頃にはあれイクさんってド M だけど今思うと可愛いな。
ってなるからやっぱり百花のすごいなって思う。最近百花のがぶっ飛ばしすぎてクラコンが霞んで見えてる。クラコン、最初の設定を存在しないものとして見ればまだ。クラコン情緒不安定すぎて怖い。ちょい見てたけど、3話目くらいで断念。アニメの感想って人それぞれではありますが、何をどう見ても、クラコンと全集が同ペアなんてありえない。そもそもクラコンは何してるかわからないですし。自分の視聴範囲でも圧倒的にきつかったのはクラコンなんだけどあれはどういう人間にどういった形で人気があるのか本気で気になる。クラコンのヒロイン、暴力プラス被害妄想という10年代のラノベ設定だと人気は出なさそうだよな。普通のツンデレならまだしも。茜のキレデレを楽しめるかどうかで乗り切れるかが変わる。クラコン後は駆け足だったな。なぜここまで雑にやるのか。作者が茜以外を相手にしてない。クラコンのこと基本的に苦手なんだが、デフォルメの使い方は上手いなと思う。クラコンの SD シーンとかもメリリの割烹シーンとかって正直ここ作がめちゃくちゃ楽なんだろうな。とか考えてしまう。黒岩メダカって原作の画力高いのにアニメで悪目立ちしててかわいそうだな。毎回黒岩メダカのオープニング虫ダンスが流れ終わって解散コメント出るの好き。むしろ本編。黒岩メダカの虫ダンスが勝てそうなアニメのオープニングエンディングのダンスってキャッツアイの謎やロビくらいまで遡らないと無理なのでは。オープニングで話題になってた黒岩メダカに私の可愛いが通じないを見てるんだけどなんか癖になる作品だな。黒岩メダカ、おセリの演技が良すぎるのとアメミヤのキャラが可愛いから普通におもろい。最初クソアニメって言ってごめんなさい。虫ダンスで興味持って見始めたけど普通にラブコメとして面白いな。モナちゃんの作が可愛いし、春野さんが CV 花澤香菜さんによっていい味出してくれてる。モナのアホ可愛いがツボってきたかもしれん。つぼみと朝日が加わってから面白くなってきたかな。あの子出てきてから面白さに加速がかかったね。もう虫ダンスのイメージなんてどうでもよくなって今は純粋に可愛いと思えるようになった。内容自体は悪くないし面白い。微妙なすれ違いとか恋の戦争だったりをいい感じに描かれてて見応えある。あと声優いい。この会社に好きな人がいますを主張している方が結構少ないという事実。初めチェックしてたはずなのに、すぐ存在を忘れちゃってたのよね。自分的に嫌いなテイストではないはずなのに。この二人が恋愛関係をお忍びにしなければいけない理由が薄くて、危険な橋が危険な橋になってない。微妙。28歳の社会人だよね。付き合ってることを隠すこのノリ、中高生なら微笑ましいけど、社会人だと相当きつい。プレイとして楽しんでます。の方が良かったんでは？仕事が忙しいだのお菓子が売れないだの気持ちはわからなくないけど急にするのマジで嫌い。なんとなく3話まで見てきたけど、地味、平凡、退屈なのできる。さすがに職場でのエロ展開は安い AV みたいで呆れた。社内ラブコメとしてそれなりに楽しく主張してたのに、テこ入れなのか原作がそうなのか知らんが、急にエロを入れてきた。その次の回も、ウォッチリスト解除した。エロシーンが思った以上に長くて何か気まずい。この会社に好きな人がいます。純僧侶枠だったんだ。家族の目に触れる前に1話切りして正解だったな。なんか大して親しくもない夫婦の結婚披露宴で流される慣れ初め再現ドラマ見させられてる感じ。自爆少年花子くんずっと気になっててつい最近全部見たけど花子くんがドストライクすぎる。作が神ってる。花子くんめっちゃかっこいい。愛も変わらずヒロインに色気がないから安心して見てられますねわら。可愛い絵柄で小学生に見えるけどこの子たち高校生なんだよな。ねねちゃんが余命わずかなこととかダークホラーなところもある良作。未来に触られたねねちゃんが成長しなかったのが式が近いっての聞いて驚いたね。いつもひょうひょうとしている花子くんがねねちゃんにほっぺチューされて耳と首がぶわって赤くなるところが可愛すぎて最高だった。でも前回のねねちゃんの寿命の衝撃をずっと引きずる3話だった。お姉さん足首もすごく腫れてるし。足首は腫れてないのよ。すごくかわいそうだから。足首は腫れてないのよ。なんでも願い叶うって言われて大根足直そうとするの草。1964年の天音が大笹だけに願ったことが、後に司を殺したことで叶ってしまったのが皮肉な巡り合わせで嘆かわしい。コミカルな描写がホラー感を中和し重い設定の割に気軽に楽しめる作品になってるのはいいね。制作が台風グラフィックって不安しかない。リアリティなんてどうでもいい。とにかく都合のいい世界を見せてくれ。と言わんばかりの世界観、キャラクター、展開。現代社会で疲れ切った社会人女性のためのエナジードリンク。講談社はベタなハーレム好きだな。オタク女子がイケメンを4人もはべらせる逆ハーレムもの。そんなことあるわけないだろ。と思うが、男女逆転したら私が日頃ブヒブヒ言ってるマガジンラブコメになるので。1話からずっと気づきルートだけど幼馴染4人も出す意味あったかこれ。男同士でベタベタしすぎ。少女漫画に出てくる男たちって感じがする。作画を持たせるためにちょいちょい数秒そのまま止まるの笑える。作画を持たせようとした結果変な尺のシーンが無限に続いてて面白すぎる。イケメンがめちゃくちゃアプローチかけてきてるのに1話冒頭で枯れて懐かしんでる主人公出てきてるから誰ともくっつかないオチになるなら先は見なくてもとなった。
鉄骨がビルから落っこちてきてサラリーマンが女忍者に助けられ、龍馬にも襲われるので同棲することに。展開早いと思ったら15分アニメなのね。15分なのに長く感じる。エロというのはある程度の話の面白さがないと楽しめない。2010年感がすごすぎる。エロと言ってもせいぜい少年誌レベルだし、気楽に視聴できるのが最高なのだ。ニートクの1は CV 相沢さやの青髪ちゃんが可愛いので見た方がいいらしいね。あとは CV 相沢さやの青髪ちゃんが可愛いのと CV 相沢さやの青髪ちゃんが CV 相沢さや CV B 級っぽいバカアニメなんだけど崩れた絵とかなかったので実は結構力入ってるのかも。大魔忍び装束が絵的にドスケベなだけでまあ実際ラブコメ話は1ミリも面白くないですね。絵も綺麗だし声優さん上手いけど設定がピンとこないなーん。5話は内容薄すぎてビビった。楽しくてあっという間とは別の意味であっという間に終わった。5分アニメかと思った。面白くもないが切ると決心するほどでもない。どうしようこれ。見やすくていいんだけど、3話見ながら2話の内容をほとんど忘れてることに気づいた。2話で訪ねてきたくの1誰だっけ？最後どうしたっけ？やっぱ15分だと記憶に残りにくいのかな。日本へようこそエルフさん、3話にして作画が怪しい。前は作画がヤバくなっていくのも楽しみの一つ。3話でこれって大丈夫か？作画に期待はできないか。食べ物アニメにしたいのかな。ラブコメとしては面白いけど、日本文化に触れるシーンが少なくて物足りない。食べ物も最近日本食じゃないし。日本へようこそエルフさん、微妙だわ。異世界パートばっかで、日本要素皆無じゃん。異世界パートはいらないからマリーとの日常だけ描いてくれ。異世界要素はいらないんですよ。日本へようこそですよ異世界へようこそじゃないんですこのアニメは。こっちの世界の話になると急に退屈になるな。向こうの世界でかなりヤバい状況になってるのにこんなに平和ボケしてていいんか。本編が退屈すぎて気づいたら寝落ちしてました。やはり日常パートとファンタジーパートが全然噛み合わない。睡眠でスイッチが切り替わるという設定が境界線としてよろしくない感じ。ハニーレモンソーダってアニメ、なんか見ちゃう。わかんないけど続き気になって一気見したわ。ハニーレモンソーダとかいうアニメ、自然な流れでファミレスでドリンクぶっかけ合い始まってくさ。静かな狂気のアニメ。ハニーレモンソーダは少女漫画特有の行間読まないといけない表現が多いのにアニメはなんかまんまアニメにしちゃっててちょっとあれな感じの人たちのドラマになっちゃってるな。女キャラに都合良すぎてガチないです。何もなかった弱キャラ女子が王子様のおかげで人生が開けた展開。なんとも主人公女子に周囲が合わせてくれている感。やはり都合の良い人間関係への飽くなき探求は男女問わずな模様。そんな都合よくイケメンが見てて助けてなんかくれませんよ。芋に話しかけてくれませんよ。青の箱、と、ハニーレモンソーダ、今週はどちらも文化祭エピソードで、メイド喫茶で、主人公が突然の代役をするとか、シンクロニシティが過ぎる。最近の高校の文化祭ってこんな感じなん？陽キャの巣窟みたいになってるやん。何イケメン紹介とか。そういえばバカっこいいってハニーレモンソーダ読んで知ったんだけど実際にあるんだね。わら、マジで知らんかった。私も文化祭の時生徒会でバカっこいい動画やったの。キラキラでキュンキュンする。わたこん、2期始まって早々、今度は清香ママの公約ですか。みよちゃん毎回大変な目にあっとる。1期に続いてこれまた高クオリティな仕上がりだな。世界観をすごくしっかり作り上げて作品通して大切に守ってるのが伝わってくる。2期めっちゃおもろいから1期途中切りした人は見てほしい。1期よりも異能バトル×ラブコメのバランスが良くて見てて飽きない。2期見ててこんな異能バトルものでしたっけって思ったけど、そういえば1期の最後の方妖怪大戦争みたいになってびっくりしたんだった。すっかり異能バトルアニメになっちゃいましたね。初期のミヨが異能の封印解ける前が懐かしい。異能バトルが始まって実は最強キャラだったけん、みたいになってから見てないわ。ワタコンは相変わらず異能と恋愛要素の食い合わせが悪すぎて逆にそれが癖になるな。ワタコンは恋愛作品なんです。本来作者が書きたかったはずの和風ファンタジーが変な噛み合い方してラブコメになっちゃっただけで。アンネームドメモリーはとにかく海外勢のポストがすごく多かった。大人気だよね。なんなら国内勢よりも多く見かけたし、英語だけじゃなくてフランス語、タガログ語など世界各国で話題になってる。海外の人たちに刺さる作品なのね。百科の、も海外勢のポストがかなり多かったけど、作品の方向性が真逆なこの2作品が海外勢に人気、というのはなかなか面白いね。日本へようこそエルフさん、は異世界パートいらない。日常パートだけでいい。という意見がほとんどで意外だったね。あの日常パート退屈極まりないんだけど、あれのどこが面白いの？前にも言ったけど、海外から初めて日本に来た子の反応をやってるだけで、エルフである必然性がないよね。絵本やアニメで日本語を勉強してるところはちょっと可愛いと思ったけど、それだってエルフである必要ないしね。私は異世界パートがないと退屈で見てられないよ。むしろ、ワタコンこそ異能バトルがいらなかったわ。恋愛やお家騒動の話をやってほしいのに、異能バトルで間を持たせようとするところがどうにも好きじゃないな。実際、ポストも実写版の話ばかりでアニメ2期はあんまり話題になってない印象だった。なんかちょっと寂しいわね。
今回の動画はいかがでしたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。